ひまちゃんの裏科学講座。わー。はい、こんにちは。妖精のような囁き声、夏を刺激する辛口魅惑の VTuber、めいめいひまりことひまちゃんですよ。このシリーズでは、巷でなんか話題になってるけど、間違ってたり信憑性が曖昧な科学関連の話題を取り扱っていきますよ。では早速今回のテーマに入っていきましょう。本日のびっくりドッキリ科学はこちら。飛行機がなぜ飛べるかは科学的に分かっていない。前回の熊鉢飛行不能説に若干関連性のあるものとして、これも結構聞きますね。と言っても、この話そのものが有名で、現在では誤った説であると解説する話の方をよく見る機会がある気がしますが、ただこの話、解説している媒体によって説明にかなり違いがあったりして、いまいち本当のところがはっきりしない感じになっていたりします。果たして、飛行機がなぜ飛べるのかは本当に科学的に説明されていないのか、説明されているとして、この話の背景は一体どういうことなのか、奥の方まで悩む間もないほど、本物の学をしませんか？ 19 世紀前半、イギリスの発明家、ジョージ・ケイリーという人はこんなことを考えました。ああ、空を自由に飛びてえ。人間が空を飛ぶなんて夢物語やとみんな言うとるけど、コンドルとかオオワシとか人間に近い大きさの鳥だって実際に飛べとるわけやん。ちゅうことはや、条件を揃えさえすれば人間だって飛ぶことは原理的にはできるはずなんや。帆船は帆に風を受けてあんなに重たい船体を動かしとる。この力を横向きやなくて上向きに働かすことができればなんとかなるんやないか。帆船は自然の風やが、風いうのは要するに空気の動きやから、自分の方が早く動けば風が吹いたのと同じような状態になるはずや。その進行方向からの風を横向きに張った方にうまく当たるようにすれば、いける。これは理論的にいけるで。早速試作機を作るで。まずは小型の模型からや。おお、飛んどる飛んどる。やっぱり翼で飛ぶいうのは原理的に不可能なことではないんやな。しかし、これを巨大化して人を乗っけるくらいまでのものが作れるかいうと、厳しいな。これなら、方向性はちょっと違うがいもある飛行船を発展させてく方が建設的や。なんやて、翼で飛ぶ蒸気飛行機を作る計画があるやて。飛行船の方にかまけとったらいつの間にかそんなことをする奴らが現れたのか。こうしちゃおれん。飛行機研究再開や、人類初の有人飛行機は Y が作ったのにや。ふむ、蒸気飛行機はエンジンが重すぎてどうやっても無理で計画がぼしゃったか。しかし、動力なしの有人飛行機もまだ世には出とらん。作ったところで飛行船に劣る意味のない発明かもしれんが、有人飛行機への憧れは止められねえんや。よし、大人が乗るにはちょっと小さいが、子供なら乗れるくらいの試作機を作ってみたぞ。Y の使用人の家族に10歳の坊主がおったな。そいつに乗らせてみよう。坊主、これは Y が作った新しい馬車や。ケーキいっぱい食わしたるから乗ってみろ。わかった。これに乗ればいいんだね。でもこれすごく変な形してるね。どんな馬車なんだろう。あれ？道を走るんじゃなくて丘の上に行くんだ。よし、着いたぞ。それじゃ坊主、行ってこい。この坂を降りるの？そんなの聞いてな。わー、怖いよ。誰か助けて。わー、浮いた。ひえ、落ちる。よっしゃ成功や。短い時間やったが間違いなく飛んどった。でかしたぞ坊主。改良してもう一回や。こっち来んな悪魔。二度と乗るかこんな怖いの。わーん、ママ。逃げられたか。まあ子供だけ乗れてちょっと飛べるくらいじゃ意味ないしな。今度は大人を乗せてもっと飛べるように改良せんとあかん。よし、できたぞ。今度は大人が乗ってしっかり飛べるはずや。おい魚車、これは Y が作った新しい馬車や。
ーナス弾むから試しに乗ってみろ。かしこまりました旦那様。しかしなんとも個性的な形の馬車でございますね。おや、道を走るのではなく丘を登っていくのですね。なるほど、この特殊な形状はいわゆるオフロード用というやつですか。さすが旦那様、優れた発明家というのは常人では推し量れないセンスをお持ちのようです。よし、着いたぞ。それじゃ行ってこい。行くってまさかこの斜面を。そんなの聞いてな。うわー、怖いよー。誰かお助け。うわー、浮いた高すぎる。ひえー、どこまで行くの。早く下ろして。よっしゃ成功や。やったぞ魚者。お前が世界で初めて飛行機で飛んだ人間や。ふざけるな。貴様私を殺す気か。私は馬車を引く魚者として雇われたのであって空を飛ぶためじゃない。やってられん。やめさせてもらう。せっかく世界初の栄誉を与えてやったのにあんな怒らんでええやん。やがしかしワイはついにやったで。人間も翼で空を飛ぶことができることを実証したんや。今はまだ動力なしの滑空ができるだけの代物やが、もっと技術が進歩して小型のエンジンができたり、大きくても十分な推力と強靭で軽量な構造の飛行機を作ることができれば、飛行船と全く別次元の自由に空を飛び回れる有人動力飛行機が実現するはずや。ケイリーさんは鳥のように自由に空を飛べる飛行機を作りたいと考えていました。しかし18世紀末期に気球が開発され、それにエンジンをつけた飛行船は当時実現していたものの、翼によって飛ぶという発想は当時まだ夢物語のように考えられており、ケイリーさんはどうやったらそれが実現できるかという部分から理論を立てて取り組むこととなりました。この中でケイリーさんは翼にかかる揚力を計算するという世界で初めての試みを行い、1804年に滑空ができる手投げ式の模型飛行機を製作したりしました。しかし人を乗せて飛ぶという段階には程遠く、一旦は諦めて飛行船のエンジン研究をしていましたが、1840年頃イギリスの別のエンジニアが蒸気機関エンジンを利用した蒸気動力飛行機を作るという計画を発表したことに触発され、再び飛行機の開発を行うことにしました。この時の蒸気動力飛行機の計画は頓挫しましたが、ケイリーさんは動力なしの有人飛行機の開発を諦めず、1849年、使用人の家族である10歳の少年を乗せた飛行機の滑空飛行に成功し、1853年には、魚者の成人男性を乗せた飛行機の滑空飛行にも成功しました。これらは現代の基準から考えるとかなり倫理に問題がある実験様式でしたが、事実として人類の公式記録としてはこの時に初めて翼で飛ぶ有人飛行機が誕生したことになります。これは現在グライダーと呼ばれる種類の飛行機となりますが、ケイリーさんは当時の技術では不可能ながらも、このグライダーの飛行原理を応用すれば、いずれ動力によって自力離陸、継続航行が可能な動力飛行機ができると予言していました。それから約半世紀後の1903年、アメリカのライト兄弟によってその予言は果たされることとなります。さて、そんなわけで、有人飛行機が初めて飛んだのは公式には1853年となるのですが、このケイリーさんの研究は単純に夢と根性で試行錯誤を繰り返したことだけによる成果ではなく、飛行機が飛ぶ原理を理論立てていたのが最も実現に寄与した要素となります。ケイリーさんは、空気より重い物体が翼によって飛ぶという原理について、推力によって翼に風を当て、翼の角度を調整することによって効力を生み出し、重力に逆らう揚力に変換して飛ぶといい、航空機が飛ぶために必要な4つの力の関係を初めて理論立てて導いていました。つまりは、これが飛行機が空を飛べる科学的な説明となります。現代科学どころか、200年近く前から分かっていたということになりますね。そんな単純なことだったの？と思う人もいるかもしれませんが、理論立てて実機を開発して実証を終え、再現性も十分にあるので、これはもう工学的に完全に説明できているということになります。
ではなぜわかっていないという話が出てきたのか。それはここからさらに掘り下げた部分が関わってきます。翼に風が当たり揚力が生み出されるということは、流体としての空気がそのように働いているということになります。これは流体力学の出番ですね。ケイリーさんが初めて有人飛行機を飛ばすさらに100年ほど前、スイスの物理学者兼数学者のダニエル・ベルヌーイという人が、完全流体の圧力、密度、流速、外力のポテンシャルの関係により、流線上のエネルギーが保存されるということを記述した運動方程式を発表しました。これはつまり、流体の同一流線上ではエネルギーと圧力の和が等しくなるということです。これを、ベルヌーイの定理と言います。正確には、後に数学者のレオンハルト・オイラーが、ベルヌーイの運動方程式から導出したものが正式なベルヌーイの定理となりますが、グライダーが実現した後、飛行機に揚力が発生する原因の一端は、一面的には流速が変わると圧力が変わるということを言っている。この定理に裏付けられているということが分かってきました。ケイリーさんのグライダーで説明すると不明点も多くややこしくなるので、現代の航空機で説明すると、航空機の翼の横方向の断面を見ると、上面が膨らんでいて、下面が平らか少しへこむ構造になっています。これが前方に向けて推進すると、大気場をかき乱すことになり、上面を通る空気は流れが速く、下面を通る空気は比較的に遅くなります。これにより、ベルヌーイの定理によって翼の上下で圧力差が生まれ、上方向に引き上げられる力、つまり揚力が生まれる、と単純には考えられますね。ただ、これは流速と圧力差の関係という点ではその通りですが、実際に飛行機が飛ぶ理由としてはこの説明だけだとまだ不十分です。この通りだとすると、飛行機は背面飛行ができないことになってしまいますね。実際には、機種にもよりますが、大体の飛行機は普通に背面飛行が可能です。もう一つの要素は、翼の後端が尖っていることと、翼の角度、向かい角です。後端が尖っていない場合、流速の違う上下の空気が衝突し大きな渦を発生させます。そうすると、揚力が発生するどころか後端付近で翼が激しく振動することになり、耐久力を上回った時点で破壊されるでしょう。しかし後端が尖っている場合、翼の上下の空気は滑らかに合流するようになります。こういう状態で翼の向かい角を最適に取ると、より滑らかに上下の空気が合流するようになり、後方に向けて向きが揃って流れるようになります。さらに大気場として広い視点で見ると、翼周囲の空気が循環しているようになります。これにより安定して揚力が得られ続けるようになり、飛行機は飛ぶことが可能となります。これを、クッタ・ジェコフスキー定理における、クッタ条件と言います。まとめると、十分な推進力と翼の形状と向かい角の調整によりクッタ条件を満たすようにすると、飛行機は飛べるということになります。これが、より精度の高い飛行機の飛行原理の科学的な説明となります。クッタ条件は1902年に導かれたものなので、100年ほど前にはこのより厳密な飛行原理も科学的に分かっていたということになりますね。つまり、飛行機がなぜ飛ぶのかは科学的に非の打ちどころがないほど分かっているのですが、ここからさらに掘り下げ、飛行機というより流体による効果という現象論的な話になると、数学的に分からなくなってくる領域が出てきます。ベルヌーイの定理やクッタ条件は、空気を完全流体と見立てた際のある種仮想的な前提となるので、さらに厳密に表そうとする場合、空気の粘性も計算に入れる必要があります。そういった場合、ナビエストークス方程式というもので計算することになるのですが、このナビエストークス方程式は3次元での数学的な妥当性がまだ不明で、ナビエストークス方程式の解の存在と滑らかさ、とかいうパッと見意味不明なテーマで、ミレニアム検証問題の一つとなっています。要するに、数学的には完全に分かっていない部分があるということになりますね。ただこれは、経験に基づいて作られたこの方程式が、数学的に本当に適切なものなのかがまだわからないということを言っているので、あくまで方程式についての数学的な領域での話であり、これをもって飛行機の飛ぶ原理が分かっていないとはなりません。つまり、飛行機がなぜ飛べるのか科学的に分かっていないという話は、
この辺りのことがごっちゃになって広まってしまった都市伝説のようです。また、この話に関連して、ベルヌーイの定理で飛べるとするのは間違っているとする話もあります。ベルヌーイの定理は飛行機を飛ばすために考えられたものではなく、飛行機に限らず流体の挙動を表すためのものなのですが、飛行機の翼に揚力がかかるのは、一面的にはこれが示す平像と一致することは確かなので、別に間違いというわけではありません。これと、ケイリーさんの飛行理論、クッタ条件、現代のナビエストークス方程式を応用した開発理論、これらはそれぞれ違う学術領域だったり視点や精度の違いだったりするだけで、どれも飛行機が飛ぶことを科学的に正しく説明しているものとなります。なぜこういった錯綜した話がいくつも広まっているのかということについてですが、なんと、アカデミアにおいて、なぜ飛べるのかわからないとは言っていないものの、クッタ条件の説明を完全に間違えたものが専門書に記載されていた時期があったようです。前述の通り、クッタ条件は翼の後端で上下の空気の流れが滑らかに合流し、循環を生み出すことによって安定して揚力を得るという説明が正しいものとなりますが、その間違った説明では、上下の気流が後端で同時に合流することで揚力が発生すると説明しています。これは完全に間違っています。クッタ条件の滑らかに合流するというのは、激しく乱れず同じ方向に流れるという意味であって、同時に合流するということは言っていません。そもそも、上面の流れが速く下面の流れが遅いことにより、ベルヌーイの定理による圧力差の要請が満たされるということになるので、むしろ同時に合流してはいけないですし、同時に合流するようになる基準も不明です。これは、同時合流説、あるいは等時間通過説と呼ばれ、逆になぜこのような間違いを専門書を出すような科学者が犯してしまったのか、という研究テーマで論文が出されるほど、アカデミアで問題になっていたようです。この間違いの記載は1900年代から1980年代頃まで世界中で反芻されており、どうも流体力学には詳しいが流体工学には詳しくない一部の巧妙な物理学者が、指摘を受けても公式に撤回せずに言い張り続けたことが原因なようです。権威や権力を持つ老害ほど厄介なものはないですね。こんなこともあり、合ってる合ってないの錯綜した話が一般に波及し、飛行機が飛ぶことは科学的に分かっていないという都市伝説に変わっていったのだと思われます。最後に総括すると、飛行機の飛行原理は200年ほど以前からすでにほぼ分かっており、100年ほど前にはさらに厳密に解明されているため、飛行原理不明説はほぼデマのような都市伝説であり、関連して、ベルヌーイの定理のみによる説明は不十分ながらも、誤りだとする話は間違いであり、翼上下の気流の同時合流という説明は近年のアカデミアが犯した汚点の一つということです。内容的には割と簡単な話なのですが、やたら関連項目が多いために動画の尺が刺激されてしまいました。でもこれでほぼこの話の規模は網羅したので、本物の額はやれそうかい。今回の参考文献は概要欄に適当に貼っておきます。暇な人は見ておいてください。なお、今回は権利関係で概要欄が刺激されまくってます。合法的に夏を刺激する二次会のための素材を探してる人は参考までにどうぞ。それでは今回はこれでお別れです。チャンネル登録するかどうかはお任せしますが、できればもう一本別の動画を見ていって、いや、やっぱり登録してくださいお願いします。でも何でもはしません。あといいねと、ハイプとかいう機能がついたみたいなのでそちらもよろしく。あと、学校や職場の友達同僚、親兄弟親戚、近所のおじさんおばさん、出会った知らない人に宣伝しておいてください。